今回の動画では NewXMG30 の NAMA-A2 ライトにネイティブ対応した新しいファーム、これを入れた時の実力を徹底的に検証していきます。ディープダイブです。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。冒頭にも言った通りね、NewXMG30新しいファームでニューラルアンプモデラー NAMA の A2 ライトに対してネイティブで対応する。これまで A1 の時の世代では変換が必要だったんですけど、 NAMA の A2 のファイルであればそのまんま変換なしでネイティブで実機で動作させるっていうことができるようになりました。なのでこちらの実力をディープダイブ詳しく見ていこうと思います。もうね、早速どういう検証をやるかっていうとこういうことです。オーラルコンパリソンということで、ゲートウェイニューラルアンプモデラーを PC で実行した時の基準となるゲートウェイの音と、あと A1 を NewX 用にコンバージョンしてそれで実行した時、あと A2 の NAMA を MG30 に入れてネイティブで動かした時、その3つについて音を確認します。あとはですね、いつものように測定やっていきます。測定はレイテンシーは一応やろっかな。あとエイリアスノイズですね。あとフリーケンシーアナリシスということで、エイリアスの折り返し歪みと、あと周波数特性、この辺りも見ていこうと思います。なので実際に音としてどう聞こえるかっていうところと、あと厳密に測定したらどういうふうに違いがあるかっていったところを見ていこうと思います。で、今回ですね、使う NAMA は同じものを使います。 PB65051992 オリジナルマルチロードコミュニティパックっていう2ドアのところにあるやつですね。これが A2 としても A1 としてもニューラルアンプモデラー載ってます。なのでこれを使っていこうと思います。はい、それでは MG30 に NAMA を入れていきます。で、今回使ったのはこの2ドアのところにある PB6505 の中から持ってきています。で、ここから持ってくるときにこのね A2 で取ってくるかと A1 で取ってくるかってできるので、それぞれ意識してダウンロードしてきます。で、ダウンロードはしてあるので、実際ここに MG30 に転送していこうと思います。で、今いくつか入ってるんじゃ、ユーザーアンプの03番のところにインポートをしていきましょう。じゃあね、03番のところに A1 を入れていきます。A1 なので転送しようとするとこのインポーティングの画面が出ますね。はい、これは、NAMA の A1 アルゴリズムの場合は MG30 用に変換が走ってから転送されるからです。今はパソコン上というかこのねクイックトーンを使ってNAMA を MG30 で実行できる形に変換しているってことですね。なのでここでね、元々の NAMA とちょっと音が変わっちゃうんじゃないかっていうところが今回の検証ポイントになってます。これがね割と時間かかるのは、はい、それだけちゃんと計算してるからってことですね。で、これ今 A1 って名前付けといたのでこういうふうに入りました。じゃあアンプ4のところには A2 のやつを入れましょう。A2 もダウンロードしてあるんでこれを入れますと、そうするともうスパッと入るんですよね。これ本当にだから、ファイルをただ転送してるだけって感じですね。NAMA って200キロとか300キロとかそんなもんのサイズしかないんで、 USB で転送しようと思えばもうパッとすぐ転送できちゃうようなサイズなんですね。なので、はい、A1 は入れる時にちょっと時間かかった。それは変換してたから。 A2 はそのままスパッと入った。これネイティブ動作できるからっていうことですね。はい、ということで、無事アンプ2つ A1 と A2 が入りました。これから見ていきます。なのでこの人は消しておきましょうって感じですね。それではね、測定の方を始めていきたいと思います。まずはゲートウェイを使ってシンプルに NAMA の実力を見ていこうと思います。今からここのゲートウェイのところにまずじゃあ A1 入れてみましょうか。 A1 を入れて動くようにしています。ノイズゲートと EQ は切っときましょう。で、これ多分音返ってきてると思うので、今 PC の中でマトリックスで音回してやろうと思います。ゲートウェイで A1 を使った時ですね。 A1 ってはこっちにしとくか。ゲートウェイ A1。 よし、じゃあこれで測定です。よいしょ。はい、じゃあこれで
結果を残しておきます。じゃあ次は A2 を当てましょう。A2 を当てた状態でここ A2 にして測定いきます。はい、測定できました。あれ A1 と A2 これ同じものだったと思うけどちょっと F 得が違うんだね。例えば振り検視なんかで見るとこれが A1、A2 こんなです。なんかね、低域のところはあんまり実際に聞こえてくるような場所じゃないからいいかもしれないけど、これ後で CSV も出してるんで重ねてみることも可能です。こんな感じですよと。A1 を変換して MG30 で通した時にこれにどんだけ近づくのか、あと A2 をこれ多分フルで動いちゃってると思うので A2 ライトも取っておきましょうね。今これ初期値こっちってスリム、これじゃあライトになってるんだね。じゃあ一応フルも取っておきましょう。じゃあ A2 フルとしても取っておきます。よいしょ。なんかちょっと途中にぴょこっと開いてますけど気にしないことにしましょう。フリー検視取れてますということでこれを記録しておきます。じゃああとね、リアンプで音を通してみてそれを聞いてみたいと思うんですけど、サイドカーのハイゲインのところの音を聞いてみたいと思います。でエフェクトかけないんでモノラルでいいな。これでリアンプいってみましょう。フル A2 フルのゲートウェイ。はい、レコーディング終わりました。こんな感じで撮れてるかな。撮れてそうですね。じゃああとは A1 も撮っときましょうかね。これを A1 にしておきましょう。はい、じゃあ A1 でリアンプします。はい、A1 でのリアンプが終わりました。ほとんどレベル一緒だし多分いい感じにできてんじゃないかな。ちょっとこの時点ではまだ聞いてません。じゃあこの後ねMG30 の方でやってみたいと思います。MG30 の A1 コンバーテッドを言ってみたいと思うんですけど、で音パスはね音パスがちゃんと通ってないといけないんでね、ちょっとこれはノイズゲートはオフにしましょう。でアンプだけ通していて A1 が選ばれてますね。で大事なポイントはリアンプにしとくことですね。リアンプにしといて1から2、インプット1から2に戻しますという感じにしときます。測定をしてみましょう。いってそう。聞こえてるんで、テストトーンが漏れてるけど、F 得取れてる。エイリアスも取れてるから大丈夫。この辺はもういいや。ということなので、じゃあ MG30A1 コンバーテッド取れてますということで F 得出力してあと画像も出しておきましょう。じゃあこのままついでにリアンプもしちゃいましょうか。はい、できました。なのであとは A2 ライトで撮ってみましょうね。A2 ライトはこいつで選ぶ。A2 よし、これで測定。A2 にしたらだいぶこれ静かになりましたよ。これ ASR が良くなった。この辺のなんかうねうねうねっていうのもなくなったんじゃないこれ。測定値的には A2 の方がだいぶ良さそうな感じがする。 ASR はこんだけ違いますよと。20デシぐらい違います。これね、この辺ずーっとこの辺にいっぱい成分あるんですけど、この辺成分ないですもんね。
なるほどなるほど。ノイズがねマイナス80からマイナス60ぐらいまでしか出てない。これマイナス60よりさらにもっと出てますからね。A2 ライトの方が折り返し歪みとか少ないようです。はい、じゃあ、A2 ライトでリアンプしてみましょう。 MG30 の A2 ライトネイティブリアンプです。はい、これで、MG30 の A1 と A2 のリアンプが終わりました。あとちょっと1個やり忘れてたのが、A1 じゃない A2 のゲートウェイでのライトやってないんだよね。 A2 フルだったから A2 ライトスリムが0になってる。ちょっと分かりにくいんだけどこれがライトだそうです。ということなのでこの状態でリアンプをやってないのでそれをやっておきましょう。じゃあこれでリアンプしていきます。スタートリアンプに A2 ライトゲートウェイの A2 ライトゲートウェイリアンプします。はい、できました。じゃあこれちょっと並び替えをしよう。A2 フルとライトがいます。 A1 A2 フル A2 ライト A1 A2 ですね。じゃあこれの音の聞き比べをしていきましょう。はい、それでは、ゲートウェイの A1 あとゲートウェイの A2 ライトあと MG30 の A1 コンバートあと MG30 の A2 ライトを比較してみたいと思います。ちょっとね A2 フルはなんか再生時にちょっとずれちゃったりするんでこれは一旦置いときます。ちょっと上に置けとこうかな。なのでゲートウェイ A1 とゲートウェイ A2 ライトと MG30A1 コンバーテッドと MG30 の A2 ライト聞き比べていきましょう。バッキングを途中でつけたり外したりやってみます。まあ聞いてみてください。どうぞ。
はい、聞き比べてみるとこんな感じですね。A1 と A2 ゲートウェイだとあんまり違い感じなかったですね、僕は。歪ませまくってるっていうところとか、あとバッキングあるから、バッキングなくしてもなんですけど、そんなに差は感じないですね。で A1 コンバートと A2 ライトの MG30 だと A1 コンバートの方が若干こうなんていうのかな、雑味があるっていうか、こう余計な音が鳴っちゃってるかな。でもなんかそれは少しこうエッジが立ってるような感じにも聞こえるんで、抜けの良さみたいな感じにも聞こえたりするかなって感じはするんですけど、 A2 ライトの時の方がよりギターの音がストレートに伝わってくるかなっていうのが微妙な違いですね。今モニターヘッドホンして聞いてるんですけど、そのぐらいの感じかなって。あんまりねモニタースピーカーで聞いてた時にはそこまで差を感じなかったっていうのが正直なところです。ちょっとねこのゲートウェイの2つに比べて MG30 の方が音量が大きくなってしまったんで、なんかこのゲートウェイと MG30 の違いがね、音量のイメージの方が先に立ってしまって、ちょっと正確に比較できなかったかなっていう感じではありますが、とにかくA1、A2 ライトの差はあんまりなかったし、あと A1 コンバーテッドと A2 ライトでは差はあるっちゃあるけど、バッキング鳴ってるとそんなに対して支配的な差でもねえかなっていうふうには思いました。ただねやっぱり A2 ライトの方がナムを作った人の意図がそのまんま出てるんじゃないかなって思いますし、 A2 ライトと A1 がそんなに音質の差があんまりないなっていう風に感じたんで、 A2 ライトを使ってれば A1 世代の時にちゃんと作ったナムなんかもその意図の通りになるんじゃないかなっていう風に思います。ということで MG30 を使っていくにあたっては、この A2 ライトに対応している、A2 に対応している NAM ファイル A2 の NAM ファイルをどんどん使っていけばいいんじゃないかなっていう、そういう結果かなと思っております。はい、それでは測定値を確認していこうと思います。まずはレイテンシーですね。これ今上半分が MG30A1 コンバージョンのやつですね。下が A2 ライトのネイティブ動作ですね。言っちゃえばレイテンシーそんな変わんないです。 1.719 と 1.740 って 0.02 ミリの差とかなんで、もう全然弾き心地には関係ないぐらいのそんなレベルの差だと思います。もうレイテンシーは A1 のコンバージョンだろうが A2 のネイティブだろうがあんま変わんない。でちなみにねこれ本体のディスプレイとか見てみると A1 っていうかコンバージョンされたやつ入ってる時は NAM って出るんですね。 NAM ローダー。 A2 ライトのネイティブの時にはイメージって出るんですよ。NewX の独自のやつと一緒、イメージファイルとして扱われているようですね。内部的にはそういう認識のもと動いてるみたいですというところです。次は周波数特性ですね。周波数特性、上がゲートウェイで NAM を鳴らした時、下が MG30 で鳴らした時ですと。パッと見で違うのが、例えば MG30 の時の A1、ここだけこう8キロ以上とかかな、7キロ以上かな、だからこう変にフラットになってるんですよね。他はこう落ちていってるのに対してここだけ変にフラットになってる。これ前に Gen2 に対応した時、 Gen2 で A1 まだ A1 っていう名前すらなかった時にコンバージョンで NAM に対応したって言ってた時に見た特性がそのまんま出てるって感じですね。でこれあの時はもしかしたら AD 変換でこうなったんじゃないのみたいなこと言ってたんですけど、今こうしてみるとこれ今回 AD してないんで、パソコンからデジタルで MG30 に送ってで MG30 で処理したやつをまたデジタルで戻すっていうデジタルでのリアンプをしてるんで、 MG30 の這い上がりのところの特性はこの NAM-A1 のコンバージョンのところでも現れてるのかなっていう、デジタルに起因して起きてるのかなっていうところだと思います。で A2 と A1 A1 はこう変にこうディップが出てるっていうのはこれちょっと位相が狂ってたりするのかななんていうイメージがありますが、 A2 の方を見てみるとゲートウェイの A1、A2 が比較的こんな感じの、太くなるのに対して A2 ね、この1キロよりちょっと下から上の方7キロぐらいまでのところ、少し他と比べるともっこりしてるかなっていう感じがしますね。この辺もう少しなだらかではな、少しこっち上がってるかな。なので MG30 で A2 を実行した時はゲートウェイで A2 をやった時よりももしかしたら抜けがよく聞こえるかもしれないなっていう、そんな結果になりました。あと最後折り返し歪みを見ていきましょう。これも前に見てた結果と一致していて、実は A1 の方が折り返し歪み少なかったりするんですよね。A2 はこんがらい出てます。そんな結果でした。で今回ね A1 のコンバージョン A2 ネイティブ見てみるともう一目瞭然、この辺
この気温っていうか、この鳴っている音より下のところにもうわーっといっぱい出てますよと。折り返し歪みがコンバージョンの場合にはすごいいっぱい出てます。で2の時には比較的静かです。数字で言ってもね、これマイナス42とマイナス22とかなんで、エイリアス歪みはこっちの方が大きい。A2 の方がエイリアス歪みが少ないという、そういう結果になりました。実際に聞いてみてもこっちの方がね、少しノイジーというか、そんな感じが若干ですけどあったので、それに合致する測定結果なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ぜひぜひ皆さんもね、YouTube に載せちゃうと音質変わっちゃってるかもしれないんで、どこまで違いが分かったか現時点では不明なんですけど、ぜひ感想等教えていただけたら嬉しいです。ぜひぜひコメント欄で意見交換しましょう。ということでね、はい、今回の動画としては以上となります。はい、今回の動画楽しんでいただけたなら、ぜひ高評価、チャンネル登録、ハイプよろしくお願いいたします。励みになります。ということで今回の動画は以上です。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。